皆さんこんばんは。先輩ジャパニーズカフェへようこそ。うさぴょむです。こんばんは、カニです。今夜もよろしくお願いします。今日のテーマは日本でのスマホ、携帯の契約なんです。来日して最初にぶつかる壁の一つだね。料金プランも言葉も最初は本当にややこしい。そうなんですよ。今日はそこをゆっくり一緒に整理していきましょう。その前に前回の話を少しだけ。前回は病院やクリニックのかかり方だったね。キーフレーズは大事を取るでしたよね。無理せず用心するっていう。そう、みんなあれからもう使ってみた？私はもう3回使いました。コメントでも教えてくださいね。ですね、私来たばかりの頃スマホがなくて本当に困ったんです。ああ、わかる。今は何をするにも電話番号がいるからね。そうそう。銀行も部屋探しも仕事の連絡先も全部スマホ前提で。だからこそ最初の契約でつまずくと生活そのものが動かないんだよね。まさに。お店に行っても知らない言葉ばっかりで頭が真っ白になって。料金プラン、事務手数料、縛りとかね。確かに耳慣れない。でもここで一個ずつ意味がわかるとすごく安心しますよね。うん。今日の流れだけ先に言っておこうか。お願いします。まず会社の選び方。次に必要な書類。それから料金と解約の注意点だね。盛りだくさんですね。大丈夫。一つずつ行けば必ずわかるようになるから。じゃあ早速行きましょう。まず会社ってどこで選べばいいんですか？お店がいっぱいあって。大きく分けると2つあってね。大手キャリアと格安シムっていうやつ。格安シム。安いってことですか？そう。大手の回線を借りて運営している会社で料金がぐっと抑えられるんだ。じゃあ格安シムが一番いいじゃないですか。値段だけ見ればね。ただ、お昼や夜の混む時間に通信が遅くなることがある。ああ、なるほど。安いには理由があるんですね。それに、店舗は少なくて、サポートはネット中心のことが多い。日本語に自信がないとちょっと不安かも。うん。だから、手厚いサポートが欲しい人は大手。とにかく安くしたい人は格安が目安かな。自分の暮らし方で決める感じですね。その通り。最初は無理せず、慣れてから乗り換えてもいいしね。契約ってお店に行かないとできないんですか？いや、今は2通りある。店頭で対面か、ネットで申し込むオンラインかだね。店頭だとその場で聞けるのが安心ですよね。そう。係の人が手続きを進めてくれる。ただ、待ち時間が長いことがある。休みの日とかすごく混みますもんね。オンラインなら家で自分のペースで進められる。書類も写真で送れることが多い。それは楽ですね。でもわからないところは誰に聞くんですか？チャットや電話の窓口があるよ。最近は優しい日本語や英語に対応する会社も増えている。へえ、それなら心強い。最初の1台だけ店頭で作って、2台目からオンラインっていう人も多いよ。なるほど、いいとこ取りですね。じゃあ契約するとき何を持っていけばいいんですか？まず、本人確認の書類。外国の方なら在留カードが基本になることが多いね。ウェイリオカード。いつも持ち歩くカードですね。そう。それと、有効期限が切れていないか必ず確認しておいてね。期限大事ですね。他には何がいりますか？支払いの方法だね。クレジットカードか銀行の口座振替が一般的。口座振替。銀行口座から自動で引かれるやつですよね。その通り。来たばかりでクレカが作れない時にこれが助けになることが多いんだ。なるほど、それはしておきたい。あと、メールアドレスや場合によっては別の連絡先も聞かれることがあるよ。持ち物、ちゃんとメモしておきます。うん。必要書類は会社で少し違うから、申し込む前に公式サイトで確認するのが確実だよ。次は料金ですよね。プランの種類が多すぎて毎回迷うんです。ポイントは2つだけ。月にどれだけデータを使うか、とどれだけ電話で話すか。データの量と通話の量ですね。そう。データは、例えば3ギガ、20ギガ、無制限、みたいに段階で選べる。無制限なら動画もたくさん見られますね。そうだね。でも、家に Wi-Fi がある人なら、小さいプランで十分なこともある。使い方で変わるんですね。うん。それと、使った分だけ料金が増える。重量制っていう方式もある。重量制。あんまり使わない月は安くなるってことですか？その通り。逆に使いすぎると思ったより高くなることもあるから注意ね。
電話の方はどうですか？短い通話が多いなら何分まで定額。長くかけるならかけ放題が向いているよ。自分の生活に合わせて選ぶが基本ですね。契約の時、最初にお金ってどれくらいかかるんですか？これを初期費用って言うんだけど、よくあるのが事務手数料だね。事務手数料、手続きにかかるお金ってことですね。そう。それと、新しい端末を買うなら端末代もかかる。端末ってスマホ本体のことですか？うん、その通り。一括で払うか、毎月の分割にするか選べることが多いよ。分割だと月々の支払いに上乗せされる感じですね。そう。だから、月の請求書は端末代と通信料が混ざっていることもあるんだ。なるほど。だから請求が高く感じるんですね。今持っているスマホをそのまま使えば、端末代はかからないこともあるよ。契約は誰の名前でするものなんですか？原則、使う本人の名前。これを名義って言うんだ。名義、契約上の持ち主の名前ってことですね。そう。友達の名義で契約するのはトラブルの元だから避けた方がいい。確かに支払いとか揉めそうですもんね。それに、名義が違うと、後で解約や変更がすごく面倒になるんだ。じゃあ自分の名前でちゃんと契約するのが一番ですね。うん。それが結局、自分を守ることになるからね。さっき出てきた縛りって何のことですか？一定の期間はやめにくくする契約の条件のことだよ。最低利用期間とも言う。途中でやめたらどうなるんですか？場合によっては、違約金っていう罰金のようなお金がかかることがある。それは痛いですね。ただね、最近は法律が変わって、こういう縛りは随分減ってきているんだ。そうなんですね。ちょっと安心しました。でも、端末代の分割が残っていると、解約しても支払いは続くから、そこは別で考えてね。縛りと端末代は別とメモメモ。契約する前に縛りの有無と違約金の額は必ず確認しておくと安心だよ。私、国から持ってきたスマホをそのまま使えますか？使えることが多いよ。鍵は SIM ロックがかかっていないかなんだ。SIM ロック、どういう意味ですか？特定の会社の SIM しか使えないように制限がかかっている状態のことだよ。じゃあロックがなければどこの会社でも使えるんですね。その通り。ロックのない状態を SIM フリーって言うんだ。SIM フリーなら持ち込みも安心ですね。ただ、国によっては電波の規格が合わなくて一部使えないこともあるから、対応の確認はしてね。なるほど。機種が対応しているか先に調べるですね。最近よく聞く eSIM って普通の SIM と何が違うんですか？普通の SIM は小さなカードを入れるよね。eSIM はそのカードがいらないんだ。カードなしで使えるんですか？そう。情報をネットで読み込むから申し込んだその日に使えることもあるんだ。それは早い。来たばかりの時助かりそうん。ただ、eSIM に対応した機種でないと使えないからそこだけ注意ね。対応してるかどうかまた確認ですね。そうだね。最近の機種なら対応していることが多くなってきているよ。会社を変えると電話番号も変わっちゃうんですか？いや、番号はそのまま引き継げるよ。これを乗り換え、MNP って言うんだ。番号が変わらないのはありがたいですね。うん。友達や役所に番号を伝え直さなくていいからね。手続きは難しいですか？昔は番号を1回もらって渡してって手間だったけど、今はもっと簡単になってきている。便利になってるんですね。ただ、乗り換えのタイミングで手数料がかかる場合もあるから、そこは確認してね。解約するときっていつでもいいんですか？基本はいつでもできる。ただタイミングで料金が変わることがあるんだ。どういうことですか？会社には締め日っていう区切りがあって、月末で解約すると無駄が少ないことが多い。月の途中だと損することもあるんですね。会社によっては、使った日数で計算する日割りのところもあるよ。日割り。それなら公平な感じがします。うん。だから、解約の前に締め日と日割りのルールを見ておくと安心だよ。実は私、契約の時審査に通るかすごく不安だったんです。審査ね。契約してもいいか、会社が確認する手続きのことだね。クレジットカードがないと落ちちゃうって聞いて。そこは大丈夫なことが多いよ。さっき言った口座振替やデビットカードが使える会社もある。クレカがなくても道はあるんですね。うん。もし審査が通らなくても、別の会社や支払い方法を試せばいい。一回ダメでも終わりじゃないんだ。そうそう。落ち着いて自分に合う支払い方法を選べば大丈夫だよ。
契約した後で困ったことがあったらどうすればいいんですか？まず、契約した会社のサポート窓口に連絡するのが基本だね。急に電波が入らなくなったら焦っちゃいそう。そういう時は、まず会社の通信障害の情報を見てみるといい。自分だけかどうかわかるから。なるほど。まず原因を確かめるんですね。あと、地味だけど大事なのが、契約の書類や約款を取っておくこと。約款。細かい字で書かれた約束ごとの紙ですよね。そう。後で料金や条件で揉めた時、これが自分を守る証拠になるんだ。ちゃんと保管しておきます。うん。料金や条件は会社や時期で変わるから、最後は必ず公式の最新情報を確認してね。データって使い切らなかったらその分どうなるんですか？会社によっては余ったデータを翌月に回せる。繰り越しっていう仕組みがあるよ。繰り越し、それは嬉しい。無駄にならないんですね。逆に使い切っちゃうと速度制限がかかって通信がすごく遅くなることがある。月末になると遅くなるってあれですか？そう、それ。制限がかかると地図やメッセージは使えても動画は辛くなる。じゃあ自分が月にどれくらい使うか知っておくのが大事ですね。その通り。アプリで今月の使用量を確認できるから最初の月に見ておくといいよ。データを節約するコツって何かありますか？一番は Wi-Fi を上手に使うことだね。家やカフェの無料のやつ。Wi-Fi につないでる間はデータを使わないんですよね。その通り。動画や更新は Wi-Fi のあるところでまとめてやるとぐっと節約できる。なるほど。テザリングって言葉も聞きました。それはスマホの電波をパソコンや他の機械に分けてあげる機能だよ。へえ、便利。でもデータはその分減りますよね。そこは注意。プランによってはテザリングに別の条件があることもあるしね。もっと安くする方法って他にもありますか？割引がいくつかあるよ。よく聞くのが家族割とセット割だね。家族割は家族で同じ会社にすると安くなるやつですか？そう。複数の回線をまとめると一人当たりの料金が下がることが多いんだ。セット割の方は？家のインターネット、光回線とかと一緒に契約するとスマホが安くなるやつだよ。へえ、まとめると得なんですね。ただ割引には条件や期間があることが多い。何が条件か必ず確認してね。もしスマホを落として壊しちゃったらどうなるんですか？そのために保証オプションっていう月々払う保険みたいなものがあるんだ。保険みたいなもの、入っておくと安心ですか？壊した時の修理代がぐっと安くなることが多い。ただ、毎月お金はかかる。そこも塵も積もればですね。うん、いいところに気づいたね。よく落とす人は入る。めったに壊さない人は入らない。って考えるといい。自分の性格で決める感じですね。そうそう。後から外せることも多いから、まず入って、慣れたら見直すのもありだよ。お店で今なら1万円引きとか見ると、つい飛びつきたくなります。気持ちはわかる。でも、そういうキャンペーンには大抵条件がついているんだ。条件って例えばどんな？高いプランに入ることとか、オプションに入ることとかね。安くなった分別のところで払ってる感じ。そう。だから割引の額だけじゃなくて、毎月いくらになるかで見るのが大事なんだ。目先の安さにつられないようにします。うん。不安なら、その場で決めずに、一度持ち帰って考えてもいいんだよ。母国の家族とはどうやって連絡するのも安いですか？普通の国際電話は高くなりがちだから、通話アプリを使う人が多いよ。ネット経由のやつですね。そう。Wi-Fi につないでいれば、データもほとんど気にせず、顔を見て話せる。それなら遠くにいても寂しくないですね。うん。日本で旅行するときも、家の Wi-Fi がないところでは、データの使い方に気をつけてね。はい、気をつけます。うまく組み合わせれば、通信費はかなり抑えられる。難しく考えすぎないでね。じゃあここでちょっと整理してみよっか。今日のキーフレーズね。はい、お願いします。毎月の料金って、一月だと小さく見えるよね。数百円くらいの差だと。確かに、それくらいならいいかなって思っちゃう。でも、それが1年、2年と続くと、結構大きな額になるんだ。こういう時にぴったりの言葉が、塵も積もれば山となる、なんだ。ごめんなさい。もう一回言ってもらえますか？塵も積もれば山となる。小さなものでも積もれば大きくなるっていう意味だよ。
だから料金プランをちゃんと選ぶのが大事なんですね。その通り。月に数百円の見直しが、1年で大きな節約になることもある。逆に言うと、無駄も積もると大きいってことですね。まさにそう。だから、時々、自分のプランを見直す癖をつけるといいよ。塵も積もれば山となる。覚えました。じゃあ最後に少し練習してみよう。私の後に声に出して言ってみてね。はい、いきますよ。せーの。本人確認の書類をお願いします。縛りはありますか？番号はそのまま。乗り換えできますか？上手に言えましたか？何回も声に出すとお店でもスッと出てきますよ。今日はスマホと携帯の契約についてたっぷり話しましたね。会社選び、書類、料金、解約まで。最初は難しく感じても一つずつ見れば大丈夫。そして料金や条件は変わるから最後は公式情報を確認でしたね。そう。焦らず、自分に合うものを選べばきっとうまくいくよ。今日のキーフレーズ、塵も積もれば山となる。ぜひ使ってみてくださいね。それじゃあ、また次回。おやすみなさい。最後に一つだけ。コメントでみんなのスマホ選びの体験も教えてね。次の動画の参考にするよ。待ってます。それじゃあまた。